こんにちは、青山聡です。今回はですね、この方にゲストに来ていただいております。監督のよろしくお願いします。八木さんはですね、ウルトラマンマックスという作品のプロデューサーと監督をされている方です。実はですね、来年にウルトラマンマックスが15周年を記念して本を出すんですけども、それで八木さんが僕にインタビューをしてくださったんです。そうね。でも今回は僕が八木さんにインタビューをして、その当時のマックスの話だったりとか、その八木さんの生い立ちじゃないですけど、生い立ちあれ、僕がインタビューするんじゃなくて、僕が聞かれるんですそうファンの方はその八木さんの聞きたくない。聞きたいでしょ。そのプロデューサーの目線の話だったりとかを聞きたいと思うので、それちょっと聞きたいなと思って今回この時間を。わかりました。ありがとうございます。はい。でそもそも八木さんってそのウルトラマンマックスはプロデューサーだったじゃないですか。それまでそのウルトラマンシリーズっていうのはそれこそ監督であったり助監督っていうのをされてたんですか？ウルトラシリーズでは、ウルトラマンティガ、ダイナ、ガイアってなんですけど、ティガでサード助監督ですね。サードが一番最初。テレビで言うと、ウルトラマンティガのサードで、ダイナでセカンド助監督、で、ガイアでチーフ助監督になって、で、そのまま監督になったっていう。まあ、その辺からですね。じゃあ、だんだんこう、段階を踏んでって段階を踏んでって、そう、はい。で、一番最初に監督をされたのはウルトラマンガイアの天使降臨っていう、49話を、監督しろっていうことで、で、49話の、監督を、することによって、監督デビューした。どうだったんですか？その監督デビューした助監督、サードから始まって、気持ちはやっぱ嬉しかったですか？すっげえ嬉しかったですよ。それは、助監督の時もすごい、やっぱり楽しいっていうか、楽しいのと一緒で、大変な現場ではあった。1年間に49本から51本のものを作るってことは、毎日毎日撮影があるっていうことで、もう本当、こう、休みもないような形で撮影していたので、大変だったから、本当早くいつかは監督になりたいというふうに。やっぱそこがやっぱ目標というか。もちろん、やっぱりこの世界に入った時から、自分で作りたいと思っていたから、だから一日も早く監督になりたかった。そもそもなんですけど、そのウルトラマンっていうのは見てて好きで、その円谷プロの方見てましたよ。もうやっぱり子供の時から、リアルタイムで見たのは多分、ウルトラマンエースぐらいからで。エース？だけどその前に多分ね、ウルトラセブンのね、再放送してたんだね、記憶としては。で、その印象がすごい強いので、ウルトラセブンが好きなウルトラで、一回卒業するわけですね。ウルトラは、小学生に入る前後で、高校生ぐらいで映画に目覚めてるぐらいの時期で、なぜかね、またウルトラセブンに帰っていって、で、実相寺さんのね、第4惑星の悪夢とか、狙われた街だとか、素晴らしいなと思って、で、やっぱり子供の時見た印象と違うものを覚えたんです。で、大学時代は普通に映画が好きで、シネマ研究会っていうところにいて、映画を主に見ていたんだけど、最後に自分の進路を決めるときに何を間違えたのか、円谷プロのなんで間違えたとか言うの？なんで間違えたとか言うの？入社試験を受けて、で、幸運なことにちょうど採用があった年だったんですよ、円谷プロが。結構狭き門ですよね。そうですね。多分狭き門だったんだと思うんだけど、そこで、何を間違えたのかっていうのはもちろん冗談で、こんなことに、なんと入社できてですね、っていうぐらいの形なので、ウルトラは好きだったけど、どうしてもウルトラマンの仕事をしたかったっていうわけでもないんだけど、ウルトラを通して、なんていうんですかね、いろんなメッセージにしても何にしても作りたいっていうのが、ウルトラマンもそうですし、そうじゃない作品もあれだけど、いろんな自分のメッセージをその映画だったり作品に投影したかったっていうのがあるんですか？そこまでかっこよくないかもしれない。メッセージっていうか、もうだから表現したいものがあったからいいですよね。
でそれでサードやってセカンドやってチーフやって、うんで監督やって、うんでついにマックスでうん初プロデューサーはいはいですね、ウルトラマンマックスで初プロデューサー、うんどうでしたプロデューサーっていう立場って監督とやっぱ違うもんですか？ああ、それはね、かなり違う。何が違いました？監督はその作品のそれぞれのエピソードの、うん責任者でしょ、だから作品に対する責任を負うけれども、プロデューサーは作品ってそのエピソードね、はい、プロデューサーはその作品全体に対する責任がある、そのウルトラマンの何話っていうよりもウルトラマンマックスっていう全体を見なきゃいけなくなるからですよね、あとそのプロデューサーは自分はだから演出として監督としてずっとウルトラに携わってきて、でこういう風にやってみたい、ああいう風にやってみたい、ああいうものを作ってみたい、こういうものを作ってみたいとか、それからここはこういう風に変えた方がいいんじゃないかとか、ここはこうした方がいいんじゃないかとかいろいろあったわけですよ。で、プロデューサーをやれっていう話になった時に、全部ぶち込もうと。全部ぶち込む。だからもう思ってたことは全部やってみよう。そのウルトラマンマックスをやるにあたって、何を一番こうやりたいなって思ってたことですか？一番重要なのは見てくれる人が楽しんでくれるこだからちょっとその原点回帰じゃないけど表現をされる方が、ファンの方も多いですし、見ててそう思う方もいると思うんですけど、そういうのに戻したっていうのもあるんですか？マックスは実は単純に見えて複雑な話で、だけどその単純に見えてるっていうところが重要で、やっぱりいろんな人に楽しく見ていただくっていうことで、本当全方向的にね、いろんな人が楽しんでくれるように作りたいということで、それを考える中で出た結論が一話完結、一話完結っていうのも物語、事件、現象、怪獣を描くことによって物語が成立する。キャラクターもそうなんだけど、どちらかというとその作品全体の物語全体、そこにはもちろんキャラクターが付随してついてくるんだけど、いかに面白い摩訶不思議なことができるかっていう。一話一話でいろんなその現象が摩訶不思議なことが起きるっていうのが楽しいんじゃないかっていうので一話完結にしたっていうのがっていうことですね。それとあと、それからどっかで見ても大丈夫でしょう。見やすさっていうのがすごい重要で、見やすさで、一話完結、で、それはウルトラマンとかウルトラセブンのコーナーなんですけど、その SF っていうことを考えても、その一話完結っていうのはいいんじゃないかと。それから見やすさ、どっからでも見れる。それから見やすさ、だから面白いっていうのは全部そこにあるんだけど、子供たちがこう見たときに、とっつきやすくて見やすい。最初はやっぱりでもそれが重要で、見てもらわないことにはしょうがないので、マックスのそのスタッフ編成をしているときに、実相寺監督とか飯島監督っていうオリジナルのウルトラマンを作ってた方々にも、お願いするところでいろいろ雑談の中で教えていただいたことがあって、飯島監督はウルトラマンっていうのは大人向けの番組ではないと。でだけど、子供たちのために大人が一生懸命いいものを作ったから昔見た子供たちが大人になってみても面白いんだよって。で家族で見れるような作品なんだけど、大人が見ても子供向けって言ってバカにしてるんじゃなくて、子供のために一生懸命作ったいい作品だから大人が見ても面白い。でもここを間違えてはいけなくて、大人のために作ってるわけではない。で、そこもやっぱり子供に見せるところが非常に重要だから、ファミリー作るっていうのを考えたし、であと面白くっていう意味では実相寺監督から言われたのは、昔のウルトラは26分でやったんですよって話をされて、で最近はオープニングとエンディングがあるので結構短いんだけど、マックスは平成の中で一番長いんだけど、本編がエンディングをやめるっていう話で、いかにちょっとでも本編尺を稼いで面白いものを作るかと。でこの面白いものを作ることによっていろんな人が見てくれることによって、さらにその後いろんなテーマが伝わるわけですね。見てもらえないとテーマは何もないでしょうっていう。ということで複雑な背景があるんだけれども、面白くという。でその複雑なね、その背景がある中で、そのプロデューサーとしてやられる中で、その主役を誰にするかっていう時に、その金子修介監督がその僕にそのやってみないかっていうお声をかけていただいて、で八木さんとお会いすることになるじゃないですか。その時の第一印象ってどうだったんですか？八木さんから見て僕はどうだったんですか？もうね、カイトがいるなぐらい。そうですか。最初からだから金子監督から、
青山君っていういい素材がいるっていう話は聞いていて、はい聞き合わせていただいて、はいで、まあ、あったんだけど、もう、ぴったりイメージ通り。あ、よかった。うん。あ全部そうだよってことなんで。本当に。あ、本当ですか。まあ、金子監督のでもキャスティングの眼力は本当にすごいっていうかね、あそこでカイトが肉付けされたっていうかね、イメージの中で文章上存在していたカイトが、まあ、青山君だったことによって彼がカイトだった。いや、嬉しい。嬉しいですね。で、それやっていくごとに、その監督がこう何人もいらっしゃるじゃないですか、マックスって。どういう理由でその監督をこう2話ずつ交代で。まあ、それぞれダメだったので、それは冗談で。だから自分が一番多かったんだ。撮影するの。とんでもないことで言ったら、いや、これも面白いものを作るためっていう。もういろんな色をつけるっていうか。そうですね。だから、まあ、大きく分けると3系統になるけど、だから、平成のウルトラを作ってきた監督、まあ、村井さんのことなんですけど、で、それから、当時、まあ、15年前、今でももちろんそうだけど、活躍している監督。はい。で、ウルトラやってなくて活躍している監督。あ、ウルトラをやってなくて。新しいことをやりたかった。原点回帰っていうコピーがあるからちょっと紛らわしいんだけど、原点回帰っていうのは分かりやすいコピーとして作ってるけども、マックスは実は新しいことをやろうとしているので、新しいクリエイターにたくさん入ってほしかった。で、当時一番いい監督って言ったらやっぱり金子監督と三池監督でしょっていう。で、オファーを出した。はじめとして、で、まあいろんなたくさんの監督が入っていただいて、それからもう一つはだからその、昭和のウルトラの継承っていうことと、それから継承だけじゃなくて、啓蒙っていうかね、自分たちにとっての実相寺監督と飯島監督に来ていただいたのは、やっぱり昭和ウルトラの素晴らしさを継承したい。これはだからグラデーションになる。いろんな監督が来ることによって作品が面白くなる。だからそのマックスを実際にこうね、トーマカイトとして演じてても、いろんなその作風というか、同じウルトラマンマックスなんだけど、いろんなバラエティに富んだ輪があるなっていうのは多分見てる方も感じてるとことは思うんですけど、まあ、それも狙いだったって全く狙いですね。そういうふうにしたかった。で、同じような話が続かないようにとにかく気に使ってます。それはもう頭の中でこの輪がこの輪がとかっていうのがあったんですか、それとも最初から物語は全部あったわけではないけど、オファーする時点で大体読めるでしょ、どういう意味なのかって。それをだから、まあ、色分けしてって、同じようにならないように、だってプロット発注してる段階でならないようにっていうのもあるし、そこはやってましたね。それはまさにたくさん自分が尊敬する、面白いと思っている脚本家の方や監督に来てもらって、でその人たちがいかに暴れられるかっていう、ね、もう自分たちの好きなようにできる土台を作っておこうってことですね。でそれで大高のバックグラウンドだけあるわけ、それはだから未来に対する希望とかいくつか脚本に書いてあることがあるんだけど、でもそれはね、だからプロデューサーとして監督もやってるから点でいくつかやってるでしょ。最終回はまとめられるし、まあ大丈夫だって。でいかにだからそのバランスを、本当バランスとそれから面白さをどうするかっていうことを考えたから、だから自分で監督とプロデューサーやる場合っていうのは、だからその中のいくつかをやるっていうことだけで、特になんか特別な気負いはないから、プロデューサーとして監督や業を見たみたいな、そんなかっこいいことができてなくて、もうね、ほんと真剣にどうやって面白くなるかっていう、泥臭くやってましたね。15周年盛り上げたいですけどね。でもまあ YouTube でまだ更新されてるんで、多分これが流れてる頃も多分まだ年末とか1月ぐらいにアップする予定なので、もしまだ見てない方はぜひ YouTube で一度絶対見てほしい。ご覧になっていただいてね。マックスはどっから見ても面白いし、素晴らしいものを皆さんに作っていただいたので、ちゃんとどこから見ても面白いから見てほしい。本の出版も公になってるわけですから、これは非常にコインで買ってほしいですね。ぜひ、いろんな方インタビューされてるんですか。今日の時点まででは、金子監督でしょ、小林優里さんでしょ、梶健吾さんでしょ、でそれから三池隆さんでしょ、インタビューとか対談みたいな中間さんですかね。いやもう本当にその携わってくださった方たちの対談、インタビューを八木さんがやってくださって、それが一冊の本に。そうですね。これはやっぱり
まだ映画にはなってないけど、15年目で、まあ、ここで一回その、ね、マックスを総括したいっていうか、まあ、マックスってこんな風に思って作ってましたよっていうようなことを、当時一緒に作ってくださった方々と、一緒に作る。金子さんとか三池さんとか中野さんとかみんな話聞いてみたいでしょ。だって、いや聞いてみたい。そうそう。それは聞いてみたい。僕も今回ゆっくり話ができて、またすごい楽しかったし、久しぶりにお会いしても、あっという間に、まあ、青山君ともそうだけど、やっぱりあの時間一緒に過ごしたから、シュッと昔のね。そうですね、当時に戻りましたそうそうね。本当に。だからもうこの今、こう撮ってるんですけど、その前に対談させてもらったんですけど、それもあっという間に2時間過ぎましたね。そうだね、あっという間にね。あっという間に時間過ぎて。本当にね、もうずーっと喋ってましたよ。そう。でもそんな感じのこうアットホーム感もありつつのマックスだったので、ぜひまあ見てないという方はぜひ見ていただいて、で今後この出版されるその本も見ていただいて、それこそ本当希望の光になればいいかなっていう感じですよね。これがちゃんと本当どんな時でもやっぱりなんかそういう希望をね持ってっていうのがないと、それすごい重要なことで、そうやって考えるだけでもやっぱり楽しいのがいいでしょ。前向きにこう光に向かって進んでいくっていうのをこう忘れずに、本当そんなマックスもぜひ見てください。見てください。よろしくお願いします。すみません、なんか長々とありがとうございました。ありがとうございました。八木武監督&プロデューサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。